お世話になっております。マサルです。今回は CCNA の試験でよく目にする L3 ヘッダに含まれる IP アドレスの情報と L2 ヘッダに含まれる MAC アドレスの情報について一緒に学習していきたいと思います。この問題しっかり解けるようになって確実に得点アップしていきましょう。それでは始めていきます。今回はこちらのネットワーク図を見ながら説明していきたいと思います。PC0 からサーバー0にピングをする流れを一緒に見ていきたいと思います。ちなみに PC0 とサーバー0はこの2つのネットワークを経由しなくては通信することができません。色で言うと PC0 は自分が属する青色のネットワークからピンク色のネットワークを通って緑色のネットワークを通って最後に黄色のネットワークにいるサーバーまでデータを届けたい。このような流れです。データはカプセル化して送られることは過去動画でお伝えした通りです。L3 ヘッダでカプセル化をして、さらに L2 ヘッダでもカプセル化されます。L3 ヘッダには IP アドレスの情報が入っていて、L2 ヘッダには MAC アドレスの情報が入っています。実はこの L2 ヘッダは各ネットワークで利用されるものなので、ネットワークを経由するたびに L2 ヘッダは付け替えられていきます。CCNA の試験ではL2 ヘッダの付け替えをしっかり理解できているかを問う問題がよく出てきます。では流れを見ながら L2 ヘッダがどのように付け替えられていくのか一緒に見ていきましょう。まずは最初の状態、 PC0 が作るデータの L3 ヘッダの IP アドレスの情報と L2 ヘッダの MAC アドレスの情報は何になるでしょうか。少し時間を置くので考えてみてください。この場合 L3 ヘッダには送信元 IP アドレスとして PC0 の IP アドレス、宛先 IP アドレスとしてサーバー0の IP アドレスが入ります。そして L2 ヘッダには送信元 MAC アドレスとして PC0 の MAC アドレス、そして宛先 MAC アドレスとしてデフォルトゲートウェイであるルーター0の FA0/0 の MAC アドレスが入ります。ここの漢字が違いますが宛先 MAC アドレスだと思ってください。ここで注意したいのは L2 ヘッダはネットワーク内で利用されるアドレスです。ネットワーク内でどこからどこに送りたいのか、それを指定するための情報が入ることを強く意識しておいてください。今回の場合は青いネットワークの中で PC0 からルーター0の FA0/0 にデータを届けたいので、このような MAC アドレスになっています。では次、データがピンク色のネットワークに届いた時にどのような情報になるのか見ていきます。送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスの情報は変わりません。PC0 とサーバー0の IP アドレスがそれぞれ入った状態です。ただデータはピンク色のネットワークを通過することになるので、L2 ヘッダにはピンク色のネットワークの中でどこからどこにデータを送るのか指定するための MAC アドレスの情報が入ります。つまり送信元 MAC アドレスはルーター0の FA0/1 の MAC アドレス、宛先 MAC アドレスはルーター1の FA0/0 の MAC アドレスが入ります。ピンク色のネットワークの中でどこからどこに行くのか、その情報が MAC アドレスとして L2 ヘッダに入っているということですね。念のため次の緑のネットワークに入った時の情報も整理しておきましょう。緑のネットワークの中でも IP アドレスの情報は変わりません。ただ MAC アドレスの情報は変わります。MAC アドレスの情報は送信元 MAC アドレスがルーター1の FA0/1、ここの MAC アドレスと、宛先 MAC アドレスはルーター2の FA0/1 の MAC アドレスです。最後の黄色のネットワークの中でも見ておきましょう。IP アドレスの情報は変わらず PC0 とサーバー0です。L2 ヘッダの MAC アドレスの情報は変わります。ルーター2の FA0/0 を送信元 MAC アドレスとして、宛先 MAC アドレスはサーバー0の MAC アドレスになります。ここまで見てもらったように L3 ヘッダの IP アドレスの情報は基本的に変更はありません。今後勉強する IP アドレスの変換機能がある場合は L3 ヘッダの IP アドレスの情報が変わることがありますが、それは今後説明していきます。今は大原則 IP ヘッダの IP アドレスの情報は変わらないと思っていてください。一方 L2 ヘッダの MAC アドレスはネットワークを経由するたびに情報が変わっていきます。ここはしっかり理解しておきましょう。それでは今お伝えした話をパケットトレーサーを使って実際に見てみたいと思います。それではパケットトレーサーの画面に移動します。
それでは今回もパケットトレーサーを使って L2 ヘッダがどのように付け替わっていくのか一緒に見てみたいと思います。シミュレーションモードを起動して ICMP だけフィルターされている状態にしてください。では PC0 からサーバー0に向かってピングを打ってみたいと思います。PC0 を選択してデスクトップからコマンドプロンプトピング 192.168.4.1 サーバー0の IP アドレスを指定します。では PC0 が作ったデータの中身を見てみたいと思います。PC0 が作ったデータをクリックして中身を見てみてください。するとレイヤー3の送信元 IP アドレスは自分自身 192.168.1.1 になっています。宛先 IP アドレスはサーバー0が持っている 192.168.4.1 ですね。レイヤー2の Mac アドレスは送信元 Mac アドレスが自分自身の Mac アドレス、そして宛先 Mac アドレスがデフォルトゲートウェイの Mac アドレスにしっかりなってますね。ではこの状態で次はピンク色のネットワークに行った時にどのように情報が変わっているのか見てみたいと思います。ルーター0に届いた時のデータの中身を見てみます。インレイヤーズがルーターに入ってきた時の情報、つまり水色のネットワークの時の情報、アウトレイヤーズがピンク色のネットワークに出ていく時の情報です。レイヤー3の情報は変わりません。IP アドレスに変更はなく、レイヤー2に変更があります。どのように変化があったのか、アウトレイヤーズを見てみると、レイヤー2の Mac アドレスの情報が、ルーター0の FA0-1 が持っている Mac アドレスが送信元 Mac アドレスになっていて、宛先 Mac アドレスにルーター1の FA0-0 の持っている Mac アドレスの情報が入っています。どうして Mac アドレスを変えているかというと、Mac アドレスはネットワーク内でどこからどこに情報を送るのか、それを指定するためのデータだからです。ピンク色のネットワークの中でここからここに向かってデータを送りたい、そのような情報が Mac アドレスに入っているということですね。これ以降は同じようにデータを見ることができますので、お時間ある方はそれぞれのルーターに来た時にデータをクリックして中身を見て Mac アドレスが変わっていることを確認してみてください。それでは実習は以上です。お疲れ様でした。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきます。今回は試験でよく見かける L2 と L3 ヘッダのアドレス関係についてお話ししました。L3 ヘッダのアドレス、つまり IP アドレスは変換機能がない場合は基本的には変わりません。ずっと同じ送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスが入っています。一方 L2 ヘッダのアドレス、送信元宛先 Mac アドレスはネットワークを経由するたびに変わります。Mac アドレスはネットワーク内でどこからどこに向かうのかを指定している情報だと強く意識しておきましょう。それでは今回の動画は以上です。もしこの動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。